皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対するワクチン、日本において中国製やロシア製のワクチンを導入すべきだと言っている党がありますので、これを取り上げようと思います。一体そんなことを言っている党はどこかといえば、それは野党の立憲民主党です。中国製やロシア製のワクチンを導入せよという話をしているのですから、非常に恐ろしいことだと思います。非常に注目度が低いわけですが、このような考えを立憲民主党が持っていることは、やはり多くの人が知るべき情報だと私は思います。それでは立憲民主党の議員が一体何を国会で言っているか見ていきましょう。国会質疑より文章の書き起こしです。立憲民主党、新型コロナに対するワクチン、中国製、ロシア製の導入を求める。猪木衆議院議員国会質疑にて、今の3社のワクチンがどういう形で副反応が出る、あるいは効果があることを確かめながらということだと思うんですが、他方でこの間、ワクチン確保がなかなか後手に回ってきてるんじゃないかという指摘もある中で、私はぜひこの変異ウイルスに対するワクチンの確保についても同時進行で進めていただきたいと思うんです。また、加えてお尋ねしたいのは、今朝の報道でも出てますが、この3社以外ですね。例えばロシア製のワクチン、大使館から協力したい、日本に供給したい、こういう報道も出ています。あるいは中国製というものもあります。そういったものも含めて、ワクチンの確保並びに変異ウイルスに対するワクチン確保、こういったことに努めていただきたい。と、このように述べて、日本政府に対して、現在契約している欧米メーカーだけではなく、ロシア製のワクチン、中国製のワクチンについても導入することを国会質疑で求めました。現在日本政府が契約しているワクチンは3社あります。アメリカのファイザーが7200万人分で、ベルギー工場で製造され出荷。第1便は2月12日に到着しました。そして、モデルナのワクチンは2500万人分。イギリスのアストラゼネカは6000万人分となっています。この3社の合計数を足せば、日本国民のほとんどの人に行き渡らせることができます。このような状況下で立憲民主党が導入を求めたロシア製、中国製のワクチンがこちら。ロシアはスプートニク V。これはガマレア国立疫学微生物学研究センターの開発したもので、ロシアが世界で最初のワクチンだとして公表したものです。ただし、一番最初に開発ができたと宣伝することが目的であったために、臨床試験が終わらないうちに接種を始めたために、ロシア国内においても人体実験をされているかのようで、受けたくないという人たちが非常に多かったのが一つの特徴となっています。その後、中国のシノバック、シノファームといった会社なども新型コロナウイルスに対するワクチンというものを開発し、中国のワクチン外交に一役買っています。日本政府が欧米メーカーと契約した数で十分日本国民に渡るにもかかわらず、それでもなおロシアや中国製のワクチンを導入すべきだと立憲民主党が言っているわけですが、現状それほどリスクの高いワクチンに手を出さなければいけないのでしょうか。そこでまずは足元の感染状況を見ていきましょう。こちらは検査の陽性者数の推移です。1月の初めから中盤にかけての山というものが一番大きく、そこからは緩やかではありますが、現在の感染拡大というものは止まり、徐々に検査をしても陽性者数というものが下がる傾向にあります。陽性であった人の数が減ってきているという話を聞くと、中には陰謀論を唱える人がいて、例えば検査数が大幅に削られたから陽性になる人も減ってきたのだという人がいるわけですが、そこで PCR の検査人数を見ていきましょう。現在の PCR の検査人数は平日においては8万件を超えることがあります。土日においてはガクッと下がるわけですが、その急激に下がる分は月曜日に反映されることとなり、例えば今日であれば金曜日ですから、本来であれば一番多い検査数に基づいた陽性数というものが出てくるわけですが、その数にしても現在は感染者数が減少する傾向であることを示しています。ですから、検査を絞っているから陽性の人がぐっと減ってきているんだという説というものはそもそも当てはまりません。立憲民主党が一体なぜ中国製ワクチンを日本で導入すべきだという話をしているかといえば、それは現在の日本の体制として、まずファイザーのワクチン接種が始まる、これがまさに他の国々に比べてはるかに遅れているじゃないかという政府批判を行っているからです。立憲民主党のこのような批判の背景にあるのは、日本国内において使われるワクチン、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、この3社のワクチンというものが日本国内で治験が実施され、その治験の後で承認、そして使用されるという段取りになっているからです。
つまり、知見があるからこそどうしても他の国よりも遅くなるのが仕方ないのです。このこと自体は私は支持しています。なぜならば、知見を行わずにさあ使おうなどというのは非常に多くの国民に不安をもたらす可能性があるからです。そして日本国内において知見を行っているその間に世界中で使用が行われ、それによって多くの人々が知見をはるかに超えた人数で使用し、それによって膨大なデータが集まることになります。つまりどのようなことが起こるかというのを何千万人分の前例を使うということができるわけで、日本はそういった意味ではより安全にワクチンを使うことができます。そして立憲民主党が中国製やロシア製を使って日本国民にどんどんとワクチンを接種させるべきだと言っているからには、彼らが考えていることというのは、日本国内で中国製ワクチンを治験も行わずにさっさと打てと暗に要求しているということです。これは非常に危険なことです。ましてや、感染状況のグラフをお見せしましたが、現在の感染状況からすると少しずつ収まりつつある状況の中で、中国製のワクチンを治験もせずに打たせるべきだという話というのは、まさに暴論以外の何者でもありません。中国製のワクチンには大きな問題が2つあります。まず第一の問題は品質管理が全くできていない疑惑があることです。中国製のワクチンというものはそれこそ中国が国家を挙げて様々な国に対して売り込みを行いました。その結果として欧米以外の国々における治験が行われ、それに伴う使用というものも実際にスタートしています。ただしここで大きな問題なのは、各国における治験というものが行われて、その有効性というものが非常にばらつきがあります。ブラジルにおいては有効性 50% で、ワクチンとしてギリギリのラインで使用が認められるようになり、その他トルコなどでは逆に 90% 近い有効率というものが出てきて、このようなデータから中国で製造されているワクチンには非常にその製造工程や出荷段階におけるずさんな管理が行われている可能性というものが十分あるのです。もしも日本で治験を行わずに使った場合において、それこそたまたまその出荷分のロットだけが問題があって他には問題がありませんよなどという言い逃れなども行うかもしれません。そういった意味では中国製のワクチンというのはそのように信頼性というものが非常に低いのです。第2の問題は最初にも述べたような信頼性のなさから来る大きな不安要素です。皆さんはプラシーボ効果もしくはプラセボ効果というものを知っているでしょうか。このプラシーボ効果というのは薬でないものを薬だと思い込むことによって薬を飲んだかのような効果が現れる現象を言います。これは人の信じる心がもたらす不思議な効果なわけですが、それこそカプセルに入った全く薬ではないもの、例えばでんぷんのようなものであったとしても、これは体にいいですよという話を思い込めば思い込むほど、あたかも何かの薬を飲んだかのような健康効果が現れるという現象です。では逆に、これは危険だぞという思い込みを持った状態で、何が起こるかわからないようなカプセルやワクチンなどを注射されたり投与されたらどうなってしまうでしょうか。それこそ逆のプラシーボ効果というものが発揮される可能性があるのです。心理的な圧迫や不安というものがある状態で薬やワクチンの投与などを受けてしまえば、心理的な原因をもとにして何かの発作やもしくは嘔吐感や悪寒といったものが発生する可能性というものは十分に考えられます。思い込みによってそれこそ薬害のようなものが広がってしまう危険性すらあるのです。このように中国製のワクチンを導入してそれも治験も行わずにさっさと日本国民に打たさせるようなことを言う、このような立憲民主党の考えというのは非常に危険なことこの上ありません。なおロシア製のワクチンスプートニク V については最近では少しずつデータが出てきて意外と問題なさそうだなという雰囲気が出ているのですが、しかしそのようなことがあったとしてもやはり欧米メーカーとの契約数で十分日本国民向けというものは足りているのが現実ですから、わざわざ新たなリスクを冒して欧米3社以外のワクチンを日本に導入する理由というのは今のところないように思います。そしてこの欧米3社のワクチンを乗り切った後にはそれこそ国産のワクチン開発というものに本腰を入れて次の冬や来年にはもう新型コロナウイルスのワクチンを輸入しないでいいような状況というものを作ることこそが日本政府に求められる政策だと言えるでしょう。皆さんは今回の話題を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。